あなたは最近、SNS や YouTube を見ていて、こんな言葉に胸をえぐられるような思いをしていませんか？投資は早く始めたもん勝ちです。20代から積み立てれば、送り人になれる可能性は高いです。複利の効果は、時間が長ければ長いほど爆発的に増えます。画面の中では、まだ肌のツヤツヤした20代や30代の若者が、スマホ片手に将来の資産シミュレーションを見せびらかしています。30年後、40年後のグラフは、右肩上がりに点を突き抜け、彼らは余裕たっぷりの笑顔で、こう言うのです。僕たちは、時間を味方につけましたと。それを聞いたあなたは、そっとスマホを閉じ、ため息をつく。そして、心の中でこうつぶやくのです。いいな、若いやつは。俺にはもう、そんなに残された時間はないんだよ。今から50代で始めたって、たかが知れてる。もっと早く気づいていればよかったな。そうやって、過去を悔やみ、自分の年齢を呪い、もう手遅れだと、投資という名の船に乗ることを、諦めかけてはいませんか？ちょっと待ってください。その諦めこそが、あなたの老後を貧しくする、最大の原因です。あなたは、大きな勘違いをしています。投資は、時間をかけないと勝てない。これは、半分正解で、半分は真っ赤な嘘です。いや、もっと言えば、時間しか武器を持たない人の、ポジショントーク、かもしれません。今日、私はあなたに、金融業界が若者には教えない、残酷な真実をお伝えします。それは、複利の勝負は、時間だけでは決まらない。最後は、入金力という名の、パワーで決まる。ということです。もしあなたが、若者に若手ないと下を向いているのなら、顔を上げてください。今日この動画を見終わる頃には、若者への劣等感は、きれいさっぱり消えているでしょう。そして、なんだ、俺の方が圧倒的に強いじゃないかと、自信満々に、NISA の積み立て設定ボタンを押せるようになっているはずです。今日は、20代の時間、vs50 代のお金。この禁断のバトルの結末を、数字とロジックで、徹底的に証明します。精神論ではありません。これは、算数の授業です。そして、この授業が終わったとき、あなたの老後への不安は、勝算へと変わっているはずです。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今、画面の向こうで、船長、また景気のいいこと言って。でも、複利は時間が命だって、アインシュタインも言ってたぞ。そんな声が聞こえてきそうです。おっしゃる通りです。物理学者のアインシュタインが、複利は人類最大の発明だと言ったのは有名な話です。そして、複利な効果を得るために時間が重要であることは、否定しようのない事実です。しかし、複利の力を決める3つの要素を思い出してみてください。元本、利率、そして時間です。多くの人は、最後の時間ばかりに目を奪われます。長く運用すれば増える。こればかりが強調されすぎています。ですが、これにはもっと重要な要素があります。一番最初の元本です。イメージしてみてください。雪だるまを作る競争をしています。若者たちは朝一番からスタートしました。彼らには時間がたっぷりとあります。しかし、彼らの手元にあるのは、小指の先ほどの小さな雪玉だけです。彼らはそれを30年かけてコロコロと転がし続けます。一方、あなたは夕方から参加しました。もう日は暮れかけていて、残り時間はわずかです。これじゃ勝てないよと、あなたは思うかもしれません。しかし、あなたの手元を見てください。そこにあるのは、小指の先ほどの雪玉ですか？違いますよね。あなたが何十年も会社で必死に働き、家族を守り、節約して作り上げた巨大な岩のような雪玉が、すでにそこにあるはずです。小石を30年転がすのと、巨大な岩を10年転がすの、どちらが
最終的に大きくなると思いますか？多くの50代は、自分が持っている、この岩の大きさに気づいていません。そして、小石を転がしている若者を羨ましがり、俺ももっと早く来ていればと嘆いているのです。ナンセンスです。あなたには、若者が逆立ちしても手に入れられない、最強の武器があります。それは、入金力です。入金力とは、投資に回せるお金のパワーのことです。ここで、残酷なシミュレーションをお見せしましょう。A 君という25歳の若者と B さんという50歳のあなた。この2人が老後資金を作るレースをしたとします。まずは A 君25歳です。彼は真面目で毎月コツコツと投資をします。しかし、給料はまだ安く、奨学金の返済もあります。家賃や飲み代もかかります。彼が毎月NISAに回せるのは月3万円が限界です。彼はこれを60歳になるまでの35年間、年利 5% で運用し続けたとしましょう。35年です。気が遠くなるような長い時間です。雨の日も風の日も、彼は3万円を積み立て続けました。さて、35年後、彼が手にする金額はいくらだと思いますか？元本は1260万円。運用益を合わせると約3200万円になります。素晴らしいですね。35年の努力が実り、彼は老後の安心を手に入れました。では次に B さん50歳。あなたの出番です。あなたにはもう35年もの時間はありません。65歳の定年まで残された時間はたったの15年です。期間は若者の半分以下です。圧倒的に不利に見えます。しかし、あなたには大人の財力があります。子供の手が離れ、役職も上がり、貯金もある程度ある。あなたは決意します。よし、月10万円、投資に回そう。月10万円を15年間、同じ年利 5% で運用したとしましょう。期間はたったの15年です。あっという間です。さて、15年後、あなたが手にする金額はいくらでしょうか？元本は1800万円。運用益を合わせると、なんと約2600万円になります。あれ、船長、負けてるじゃないか。若者は3200万だぞ。やっぱり時間には勝てないのか。そう思いましたか。ここで、鋭い方なら、こんな反論も思いつくでしょう。船長、ちょっと待て。若者だって、年を取れば給料が上がるじゃないか。彼らだって、途中から入金力を上げてくるはずだ。そうなったら、50代なんてボロ負けじゃないか。その反論、待っていました。実はここが、多くの人が見落としている、最大の落とし穴なのです。確かに、若者の給料は上がります。しかし、彼らの人生には、これから魔の30代、40代が待ち受けているのです。想像してみてください。20代後半で結婚し、30代で子供が生まれ、家を買う。給料は上がっても、それ以上に支出が爆発的に増える時期です。教育費、住宅ローン、車の維持費、家族旅行。これらが彼らの財布を容赦なく襲います。統計データを見ても、30代、40代の子育て世帯の貯蓄率は驚くほど低いのが現実です。つまり、若者の多くは、給料は上がったけれど、投資に回すお金は増やせない。むしろ、投資を一時停止せざるを得ない、という状況に追い込まれるのです。彼らの雪玉は、途中で大きくなるのを止めてしまうのです。しかし、50代のあなたはどうでしょうか。住宅ローンは完済間近、もしくは終わっている。子供は社会人になり、教育費という重荷も消えた。給料は人生のピークを迎えている。つまり、50代こそが、人生で唯一、稼いだお金をすべて自分のために使える。黄金の解放期なのです。邪魔をするものは何もありません。あなたは、アクセルをベタ踏みできる、唯一の存在なのです。さあ、シミュレーションに戻りましょう。先ほど、
月10万の積み立てで2600万円になり、若者に負けました。ですが、ここからが大人の戦い方、本番です。あなたは50代です。これまでコツコツ貯めてきた銀行預金が数百万円くらい眠っていませんか？もし、投資を始める最初の対に、その眠っている預金から300万円だけ、初期投資、頭金として入れたらどうなるでしょうか？最初の月に300万円入れ、その後、月10万円を15年間積み立てる。たったこれだけです。これを計算すると、どうなると思いますか？結果は、約3300万円です。見てください。たった15年です。若者が人生の楽しみを我慢し、35年かけて到達したゴールを、あなたは半分以下の期間で涼しい顔をして抜き去ってしまったのです。これが入金力の凄まじさです。これが元本のサイズの違いです。若者たちが誇る時間の魔法なんて、大人が本気を出して札束で戦えば十分にひっくり返せるものなのです。すみません。少し言葉が強かったかもしれません。でも、これくらい強く言わないと、あなたの諦め癖は治らないと思いました。若者には時間がありますが、お金と自由がありません。彼らは、ライフイベントという荒波にもまれながら、必死に小石を転がしています。彼らの戦い方は、資金を持たざる者の戦略なのです。対して、50代には、時間はありませんが、お金と自由があります。それなのになぜあなたは、お金のない若者と同じ土俵で、時間がない、時間がないと嘆いているのでしょうか。F1 レースに例えるなら、若者は軽自動車に乗って3時間前から走っています。あなたはフェラーリに乗って今からスタートするのです。コースは短いかもしれませんが、エンジンの馬力が違います。アクセルをベタ踏みすれば、ゴールラインの手前で一瞬で抜き去ることができるのです。でも船長、月10万なんて無理だよ。そんなに余裕はないよ。そう思う方もいるかもしれません。確かに、月10万は大きな金額です。ですが、本当に無理でしょうか。毎月の家計を見直してみてください。使っていないサブスク、惰性で払っている保険、行きたくもない飲み会、三重で乗っている車、そして何より、銀行口座になんとなく不安だからという理由だけで、10年以上、塩漬けにされている現金はありませんか？今の日本の銀行金利は、ほぼゼロです。少し金利が上がったとはいえ、100万円預けても、増えるのは微々たるものです。物価の上昇には到底追いつけず、実質的な価値は目減りしています。ATM の手数料を1回払えば、利息なんて吹き飛びます。これは、お金を腐らせているのと同じです。その腐らせているお金を、NISA という加速装置に移し替えるだけでいいのです。生活防衛資金さえ残しておけば、あとは、働かせていいお金です。50代の投資は、給料から捻出するだけではなく、資産を移転するという視点が極めて重要になります。若者は資産がないから給料から出すしかありません。でもあなたは過去の自分が頑張って貯めた資産がある。その資産を眠らせておくのか、戦力として投入するのか。その決断一つで未来は劇的に変わります。若干熱くなりすぎましたね。ここで少し冷静になりましょう。私が言いたいのは、無理をしてリスクを取れ、ということではありません。もちろん、万が一のための生活防衛資金は死守しなければなりません。一括で1000万円ドカンと投資しろ、と言っているわけではありません。それはギャンブルです。私が提案しているのは、自分の持っている武器を正しく認識しましょう、ということです。あなたは、時間がないと嘆く弱者ではありません。資金力がある、という強者なのです。その強者の自覚を持ってほしいのです。投資の世界には、こんな言葉があります。稲妻が輝く瞬間に、市場に居合わせなければならない。これは、暴落の後にやってくる、
爆発的な上昇相場のことを指します。この稲妻の恩恵を最大に受けられるのは誰だと思いますか？長く市場にいた人ではありません。その瞬間に多くの資産を置いていた人です。ちまちまと小銭を積み立てている時に稲妻が来ても増える額はたかが知れています。しかしある程度のまとまった資金を置いている時に稲妻が来れば資産は一夜にして数百万円単位で増えることもあります。50代のあなたが今から本気を出して入金力を高め資産を市場に移せば残りの15年の間に一度や二度はこの稲妻に打たれるチャンスが巡ってきます。その時あなたの資産はかつて若者たちが SNS で自慢していたグラフをはるかに超える角度で上昇していくでしょう。想像してみてください。15年後65歳になったあなたが定年退職の日を迎えた朝を同僚たちはこれから年金だけで暮らせるかな、再雇用で安い給料で働かないとなと不安そうな顔で話をしています。しかしあなたは違います。あなたのスマホの中にある証券口座には大人の入金力で作った3000万円4000万円という頼もしい資産が輝いています。俺にはこれがある。会社にしがみつかなくても生きていける。その圧倒的な余裕。それがあなたがこの15年で手に入れる勝利の証です。もう若者を羨むのはやめましょう。年齢を言い訳にするのも今日で終わりにしましょう。彼らには彼らの戦い方があり、私たちには私たちの戦い方がある。うさぎと亀の話で言えば、あなたは亀のようにゆっくりスタートしたかもしれません。でもその背中にはジェットエンジンがついているのです。転化するのは今です。50代という年齢は決して手遅れではありません。人生で一番投資のアクセルを踏み込めるゴールデンタイムなのです。さあ、無駄に眠っている預金通帳を引っ張り出して計算機を叩いてみてください。あなたが思っている以上にあなたは強いはずです。今日のお話を聞いて、なんだまだ勝てるじゃないか、眠っていた虎が起きた気分だ、そうやって胸の奥が熱くなった方、ぜひ高評価ボタンを押してその投資を私に伝えてください。皆さんの熱い反応が私の羅針盤になります。そしてこのチャンネルではこれからも世間の常識や若者向けのキラキラした投資論に惑わされない50代60代のための泥臭くて最強の資産形成術を発信していきます。まだの方はぜひチャンネル登録をして私と一緒に大逆転の航海へでかけましょう。大人の本気見せてやろうじゃありませんか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。